City Gravity Presents 音楽で食べろ。シティグラフィティ AOR チャンネルのご視聴ありがとうございます。 AOR シンガーソングライターの川口です。この音楽でダベローは日頃配信しているアーティスト入門動画とは別にもっとライトにかつ幅広く音楽の魅力を伝えていくことを目的とした企画です。私川口が最近に聴いた音楽や音楽に触れていて思ったことを5分10分程度ダベる内容となっております。アーティスト入門とは違ってアルバム1枚だけのお話や1曲だけについて、といったような内容になりますので、ぜひ何かのお供に片手までお聞きいただけますと幸いです。本題に入る前にお知らせをさせてください。 AOR 話題作り企画大人の童謡シリーズがこのチャンネル内で絶賛配信中です。この大人の童謡シリーズは誰もが知る童謡をバキバキの AOR にリメイクするというものでして、ただおしゃれにするだけでなく、場合によっては A メロやサビをつけたりしてポップスとして完成させたものになっております。最新作は山下達郎さんのラブランドアイランド風にアレンジしたアイ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 ってやつですね。でもう一つ前の新作はこれまた山下達郎さんですねの名バラードの2人風にアレンジしたハッピーバースデーになります。ハッピーバースデートゥーユーっていうのがもろ AOR バラードになっておりますので、ぜひお聴きいただけますと幸いです。こちら音楽だけでなく映像にもこだわっておりまして、ただ演奏の様子を映すのではなくてクロマキー合成を駆使して、PV のような作りになっております。ぜひチャンネル概要欄のリンクもしくは動画最後のリンクから、動画に飛んでみてください。というわけで本題に入りましょう。本日はですねこちら、表示されていますが門松俊樹さんのアルバムアフターファイブクラッシュについてちょっと、聞いていて思ったことをね喋りたいなと思います。まず門松俊樹さんね、言わずと知れたジャパニーズ AOR の代表格ですよね。で、このチャンネルご視聴の皆様にももうおなじみかと思うんですが、私もご多分に漏れず大好きでしてですね、先日、一昨日ぐらいなんですけども、また聞いておりました。で、彼の音楽にはジャパニーズ AOR に顕著に見られるリゾート感を打ち出した作品と AOR によくある都会の夜感を打ち出した作品と2種類ありまして、今回聞いていたこのアフターファイブクラッシュは、アフターファイブという名前の通り都会の夜をテーマにした作品ですよね。そういうちょっとクールなというか、そんな感じの曲が多いのではないかと思います。リズム隊は、ドラムはほぼ江口信夫さんで、時々菊池武雄さんですね。で、そしてベースはもうね、門松バンドでおなじみ、青木智人さんが全編弾いておりまして、素晴らしいプレーをたくさん聴くことができますね。で、出だしの If You から、都会の夜を連想させるクールさがありますよね。この出だしのチャッチャッチャッチャチャッダーンっていう、決めタタタタタタン、ジャーン、チャース、チャーチャーチャッチャッチャっていうのが、一人で鼻歌で気持ちよくなっちゃってるんですけど、なんかこのノリいいですよね。モータウン的というか、モータウンって言うと変かな。なんかディスコ的というかね。ちょっとそういう、80年代当時の AOR とかね、ブラコンに近いテイストがある曲かなと思います。で、このアフターファイブクラッシュも、表題曲ですね。アフターファイブクラッシュっていう曲も入ってるんですけど、それらも含めて、明確なサビがない洋楽のダンスチューン的な曲がそこそこあったりして、なんか特にそれらが、クールな印象、都会の夜を連想させるような気がしてるんですよね。で、もちろんこれぞ AOR バラードって言ってるような Will You Wait For Me っていう曲であるとかも、なんかここはもう本当ね、16分音符系のバラードなんで、ザ AOR って感じなんですよね。その他面白いのがですね、AOR に盆踊りのリズムを取り込んだ I Love You Ondo っていうのがアルバムの最後に収録されているんですね。これも結構素晴らしいんですよね。ちょっと正式なタイトル名 I Love You Ondo っていうのは副題なんで正式名称は忘れてしまったんですけど、これ半分ネタな雰囲気はあるんですけど、かなり曲として完成されているんですよね。だからすごいなと思うんですけど、いわゆる盆踊りのリズム、タンタ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 みたいなリズムをベースにしてるんですけど、これね、シャッフルビートに変えて、で、サビでちょっとダサい決めを入れるんですよね。ラビュー
ドンドンチャンチャンドンドンみたいな感じのがで、そのドンドンっていうのがいわゆる盆踊り感を出してるんですけど、このダンダンっていうのをねコーラスにすればいいと、コーラスにしたりすれば結構なんかボズスキャッグスあたりが歌ってそうな感じになるんですよね。だからテンケテンケンじゃなくてダッダ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 で、そんで歌がねラビューラビューみたいな感じになったりすれば、もうそれでボズスキャッグスっぽくなったりするかなっていう印象があるんですけど、まあそれをあえて崩してね盆踊りのリズムに変えたっていうそのセンスが素晴らしいですよね。この曲も青木智人さんのベースが大活躍でしてですね、まあなんかそのアフターファイブの楽しもうぜっていう感じを最後ネタ的に締めるっていうのもまあ意図的だと思うんですけどね、なんかちょっと面白いなと思いますね。最後こう打ち上げ花火の音で締めるっていう、こう少しこう気の抜けたというか、遊び心が感じられる一曲になっております。まあ本当アルバム全体はもうまさに AOR 門松サウンドという感じでね、個人的には門松俊樹は海のイメージよりも、こっちの都会の夜のイメージがあるんですけど、まあ皆さんはどうでしょうかね。まあ夏っていう人、夏とか海という人が多いのかなって気もしますけど。で、まあその曲に関してはね、まあ皆さんでもお聴きいただきたいんですが雑な紹介ですいません。で、この作品を聴いていてですね、ふと感じたのが、やっぱジャパニーズ AR の代表格として門松俊樹さんもいるんですけど、あと山下達郎さんもね入ってくると思うんですよ。で、この2人の違いを明確により感じたんですよ。で、何かっていうと、達郎さんの音楽って基本的には日本人がアメリカの音楽を演奏したという印象なんですよね。だけどこう門松さんの音楽はですね、こうアメリカのミュージシャンが日本の歌謡曲を演奏した感じといった曲がね結構ある印象なんですよ。これちょっと細かい話なんでね、あーってなってくだされば嬉しいんですけど、でこれいろいろ考えてみたんですけど、この違いね、なんで門松さんは日本の歌謡曲っぽくなっているのかっていう点ですね、をいろいろ考えてみたんですけど、まず一つは単純に門松さんの曲のコード進行が日本のシンガーソングライター的な作りなんですよね。まあオーソドックスなドミナント進行を多用したりしているっていうこともあるかと思うんですけど、で逆にここからよくわかるのが、達郎さんの曲がですね実はシンガーソングライター的じゃない構造ってことなんですよね。山下達郎さんはリズムパターンを作り込んでからメロディーを乗せるっていう、アース・イン・ランド・ファイヤーとかと同じ曲作りの手法をとっているのですが、まあ、これが大きな違いを生んでいるんじゃないかなと思っております。この話はですねいろいろ話したいんですけど長くなるので、まあまあ後日ちゃんと整えた状態でねお話ししたいなと思っております。でもう一つ要因ですね、少し詳しめに話したいなと思うんですけど、もう一つの要因がですねメロディーのふわりですね。ふわりっていうのはまあ要は音の区切りというか音が変わるタイミングの作りというか、まあおそらく上記の曲作りの手法とね、関わってくると思うのですが、こう16分音符感が薄いフレディだってフレーズのなんですよね、メロディーなんですよね。16分音符感が薄いっていうのはどういうことかっていうと、こうふわりが基本拍頭に一致してるんですよね。こう拍頭とずれていたとしても8分音符以上のふわりをほぼ使わないっていうのが特徴的だなと思ってて、ちょっとまあ具体的に言うとどういうことかって言ったら、例えばまあアフターファイブクラッシュの中に3拍子86っていうのかな、123223っていう拍子のバラードがあって I Need You という曲なんですけど、それのフレーズってチャン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 っていうこう全部この今指パッチンにすいませんねちょっと音程外しちゃったんですけど、指パッチンにあったフレーズだったと思うんですね。チャン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 っていう、これが門松さんなんですけど、例えば同じこの863拍子のバラードで山下達郎さんの2人とかはまた全然違くて、この指パッチンに合わないところで音が変わるんですよね。深く愛するとか、ちょっとごめんなさい今こんがらがってしまったんですけど分かったかな。チャーチャ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 みたいな、こういう感じですよね。この今指パッチンでないところで音が変わっていった瞬間が多々あったと思うんですけど、山下達郎さんはこういう細かい、まあちょっと16分音符っていうと若干はそごが出ちゃうんですけど、そういうフレーズの
細かく刻むフレーズが多いんですけど、門松さんは結構こう拍頭にかっちりと当てはめているメロディーが多かったりするんです。でこれって結構日本人的なんですよね。でもっと厳密に言うとその16分で食ったりするフレーズが洋楽的なんですよね。だから山下達郎さんのメロディーが結構洋楽的っていう話になってくると思うんですけど、でちょっとアルバム違う曲なんですけど、代表曲、門松さんの代表曲でC ラインっていうインストの曲あるじゃないですか。であれはもうそれこそ16分音符でシンコペーションしまくる。シンコペーションっていうのはこう拍からちょっと前にずらして突っ込んで始めるっていう意味なんですけど、だから C ラインの曲、C ラインのメロディーってチャ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 っていう感じじゃないですか。すいません、いつも音程通りじゃなくて要はせーのチャ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 だったらチャ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 ってこう今指パッチンに合ってない瞬間にメロディーが始まったと思うんですよ。チャ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 ってこれがでやっぱだからこういうね拍とずらした感じでメロディーを変えていくとちょっと洋楽的な印象になるんですよね。すいませんちょっといろいろ長くなってしまったんですけどそんなねことをこのアルバム聴きながら思っておりました。でこうなんか手前味噌の話になっちゃうんですけど、私がそのね先ほどお知らせした大人の童謡シリーズって結構ここら辺のことを実践してましてですね、童謡ってやっぱりこう頭から入ってくるメロディーが多いんですよね。Happy birthday to you Happy birthday to you みたいなっていうのをこれをメロディーをどのタイミングに動かすかとかで結構洋楽的な印象になったりすると、そういうことをね実践している、実は結構ふざけているようでなかなかアカデミックな内容だったりするんですね。というわけですいません、最後ちょっとお知らせになってしまったんですけど、ぜひ大人の童謡もご覧いただきたいなと思っております。というわけですいません、少し話が脱線してしまったんですが、ちょっとこの門松さんの名盤ですねすいません噛みまくってて名盤、アフターファイブクラッシュぜひお聴きいただきたいなと、でそしてもし気になった方はぜひ山下達郎さんと曲とね聴き比べてちょっとその日本人的洋楽的ってどういうことなんだろうとかちょっと考えてみていただけるとより面白くなるんじゃないかなと思います。というわけで本日の音楽でダベロは以上になります。ぜひ皆様の好みやご意見、もしくはおすすめの作品などありましたらぜひご気軽にコメントください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。